うわー、すげえ、飛んだ。なんと海の中から飛びました。信じられんなこれ。皆さんこんにちは、カズラブチャンネルです。さあ今日はですね、なんとホバーエアジャパンさんよりホバーエアアクア、こちらのドローンをお送りいただきましたので、早速ご紹介していきたいと思います。このドローン 100% 防水となっております。ドローンといえば一番怖いのはやはり水没かと思われますが、このホバーエアアクア、海に落ちても無敵です。全く問題ありません。むしろアクアマリンスポーツのドローンに最適となっております。ホバーエアジャパンさんはこれまでセルフィードローンの X1 シリーズ3種類出されており、そちらの方もレビューの方アップしておりますので、ぜひご覧いただきたいと思いますが、それに加えてこちらもセルフィードローンに特化しているんですが、さらには完全防水ということで業界初の防水ドローンです。ホバーエアアクアには3種類のセットがありまして、基本セットとフライファンバンドルとデュアルフィールドバンドル、3種類のセットが準備されています。そして今回お送りいただいたのがフライファンバンドルセットになります。それでは中身見ていきたいと思います。オープン。じゃーん。おー、来ました。これですか。これがドローンですね。あー、何これ。そういうこと。これスポンジですね。ここはプラスチックで、ここからスポンジになってます。水面に浮くだけでなくて、これガードがふわふわなので当たっても全然大丈夫ですね。防水ケースにバッテリーが入ってます。そしてこれがライトハウスと言われるコントローラーですね。これを腕に巻きつけて操作することになります。とてもシンプルなものになっています。はい、こちらは充電器です。はい、ではセット内容このようになってますが、このさらに箱の下にありました。この中にここはスペアキットがついています。フロートですね。フロート、プロペラ、これはモーターのカバーですかね。ドライバーがついてますし、スペアパーツもこれだけしっかりと準備されています。そしてここビスも入っています。スペアパーツもしっかりと用意されています。ということでセット内容このようになっています。さあこのホバーエアアクアは何と言っても完全防水っていうのがやはりすごくて、防水耐腐食に関する15以上の技術を採用されているということで、浮力の部分はもちろんそうなんですが、ナノコーティングの構造で防水防塵だったり、それから塩害に対する強い複合素材のボディ、航空宇宙分野でも用いられる CVD コーティングの基板ですね。それからこのセンサーなんですが、ミリ波レーダー搭載ということで水面の状況をこれで感知するそうです。かなり精度が高いようです。そしてモーターに対しても防水仕様のコンポーネントということで、チタン製のネジだったりセラミック製のジンバルベアリングなど、その辺も工夫されているようです。海で飛ばした後の錆には怖いですからね、そのあたりもしっかり作られているようです。このライトハウス、すごいシンプルな構造になっています。これが多分離陸のボタンですかね。でこれがリターントゥホームのボタンで、上下右左の操作ができるようです。斜めもカチカチありますね。でここが USB-C ポート、ここも防水加工になっています。これがアンテナですね。多分機体側もここがアンテナだと思われます。重さは軽く感じますね。ちなみに測ってみましょう。248.43 そのあたりあります。ですので重さ的には非常に軽く感じます。そしてこれが水が入らないようにすごいしっかりとしたUSB-C の蓋、グッと押さえて閉めるようになっています。完全防水です。プロペラは4枚になってます。カメラですね。カメラは結構ね大きく感じますね。縦振りだけでロールの
ジンバルはなさそうですが、そこまでなってくるとさすがに防水もね難しくなるんじゃないかなという感じですが、スタビは効くのでその辺は大丈夫かと思います。水中につけたアクションカムとかでも時々起こる現象で曇っちゃうんですよね、レンズが。このオレンジ色のラインがありますが、これがそうなのか分かりませんが、自己発熱式の曇り止めの機能、それから撥水加工もレンズにされているので、海面水面からレンズが濡れた状態で離陸しても水がついていない状況を保ってくれると。それにより上空からきれいに撮ることができる。それでは起動させてセットアップやっていきましょう。電源どこだ？電源ボタンここでした。ビーコンはサイドに電源ボタンがあります。ビーコンリンクさせないとダメですね。これ両方を長押しと出てます。この斜め右上と斜め左下、長押しすると接続に成功しました。ホバーやアプリを立ち上げるとアクアが出てきました。でアクティベーション成功しました。機体の設定等もこちらでできるようになっています。ビデオの設定を見てみましょう。 4K の60フレーム対応してますね。素晴らしい。画面安定、スタビのことですかね。これ強化でいきましょう。撮影モードもあります。スローモーション、 H ログ、デフォルト、ログでも撮影ができて、公式のウェブにラットが無料配布されていると思います。写真撮影もありますね。これもログで撮影ができますね。一応両方で撮れるようにします。ライトハウス等の設定、細かい設定いろいろとあります。海で使った後の手入れに関してはこちらに詳しい動画がアップされているので、ここで確認するといいかもしれません。これ外れるんだ。なるほど。では実際にどういったフライトができるかやっていきましょう。それではサクッと機体登録やってみましょう。まず DIPS のウェブに入って無人航空機の登録申請に入ります。そこから新規登録、僕の場合マイナンバーカード2次元バーコードで承認を行います。で所有者の情報入力、こちらはデフォルトで問題ないのでこのまま進みます。機体の情報入力に進みましょう。そこで製造者名が下の方に00ロボティクスさん、こちらありますので選ぶとここにホバーやアクアがあります。そして先ほどメモったシリアル番号をこちらに入力して、シリアル番号はボックスの外か、もしくはホバーエアアプリのマイホバーからホバーエアアクアを選択するとシリアル番号こちらに記載されています。次へ進んでいきます。リモート ID は自動で内蔵型になっています。で所有者情報は同一人物なのではいで入力した情報を最後確認して、機体情報もシリアル番号再度確認しましょう。そしてメールアドレスに認証の URL が届きますので、そちらクリックするとマイナンバーカードの読み込み画面が出るので、このまま手続きを進めていきます。マイナポータルでの認証が終わると手続き完了になります。その後納付のメールが届いたら支払い手続きを行っていきます。マイナンバーカードで申請を行った場合は手数料900円です。手続きが完了になりました。でここで詳細を見るとですね、登録記号というのがあるので、この JU から始まるこの番号を機体に貼ります。また目視外飛行や人工集中地区で飛行させる場合は別途申請が必要になりますのでご注意ください。さあもう一つですね、こちらやらないといけないことがあるんですが、リモート ID の書き込みを行わないといけません。先ほど機体の登録を行いましたので、このままログインに進んでいきたいと思います。 DIPS、 これ自分の ID でログインします。 DIPS にログインするとこのように書き込みが完了と出ました。これで無事に外で飛ばすことができます。さあいよいよ試してみたいと思います。大丈夫なんでしょうか。着水レッツゴー。
わー、すげえ、飛んだ。なんと海の中から飛びました北入りターン。おー、来た。機体べちゃべちゃです。しかし問題ありません。あ、しかもこれ液晶の中で撮れたやつが見れます。うわー、水の中から離陸してる。すごすぎる。この海の中からの離陸がやっぱり印象深いですよね。透明度が高い海だと水中もほんと綺麗に映るし、そしてしぶきが上がって離陸する瞬間の映像もこれまで見たことないので、なかなか感動します。さあ、これマニュアル操作でどこまでいけるかっていうのもやってみたいですね。試してみます。さあ、それではマニュアル操作やってみます。スマホでのマニュアル操作です。ほっ、離陸、飛びました。さあ、海からの離陸成功です。飛びの感じだけまず見てください。撮影した映像は多分酔いそうな映像が撮れると思うんでそこは無視してもらって、レスポンスの良さですね。あ、全然いい感じに飛んでくれますよ。はい、ヤッホー。そう、障害物検知センサーはついてないので、これぶつけないようにそこだけ気をつけましょう。障害物があってもそのまま突っ込んでしまうと思います。着水するときは下のセンサーがきちんと反応してくれるんですが、その他正面横などはついてないと思われます。ですので、障害物をそのまま突っ込んでしまうので、その辺りは気をつけましょう。ただスマホでもこれだけね、操作感悪くないですから、セルフィーのみならず自分自身で操作して遊ぶのもいいんじゃないかなと思います。はい、おいで。見てください、機体べちゃべちゃですよ。うーわ、考えられない。これいいんですかしかしここでバッテリー交換、このべちゃべちゃの状態でバッテリー交換はしないように気をつけましょう。バッテリーを交換する際はやはりこのボディの周りなどよく拭いてから交換したが良いかもしれません。もしこのタイミングでこの中のこのラインが赤い場合は、この機体の中に水が入っている可能性があるということで、これが真っ白になるまで乾かすと良いらしいです。バッテリーもここ端子が出てるので、これ自体は防水ではないはずなので、このまま洗うのは絶対やめましょう。もし洗うならしっかりと装着してからバッテリー洗いましょう。さあ、ジョイスティックを使ってマニュアル操作でどれぐらいの感度で飛ばせるものかやってみたいと思います。で、マニュアル操作でこの時チルトはできないか。そらそうか、できませんが、この時チルトダウンちょっとしてほしいなと思うんですが、それはできないようです。ここで6が回せますね。はい、そして離陸。おー、回った。よいしょ。おー、すげえ、いけます。普通にジョイスティックでの操作も問題ないです。見てください、この操作感。さあ、海の上で無敵だ。海の上で無敵です。うわー、信じられない。全然よく飛んでますね。というわけでいかがだったでしょうか。初フライト、まさかのね、防水 100% ドローンが登場するとは思ってもみなかったですが、全く問題なく海上から離陸、着陸、着水できました。やはりアクアマリンスポーツに特化したドローンだということが再確認できました。
ということで次回はですね、九十九島をカヤックでホバーやアクアとともに回ってきましたので、そちらの動画をお送りしたいと思います。そちらもお楽しみに。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。